こんにちは。大工の白井です。今日は建前をやっていきます。前日に少し組んであるんですけども、皆さんに集まっていただいて建前をやっていきます。まず立ち前の当日は四隅のお清めから始まります。塩、千枚、そしておみきのお酒で清めます。怪我がないように無事立ちますように願いを込めて清めます。何するの？やはり今日は雨になりましたね。自分は昔からこの雨男でね、だいたい7割から8割の確率で雪が降ります。みんなには申し訳ないんですけども、気をつけてやってきます。滑ったりなど気をつけて作業してください。よろしくお願いします。建物は先ほど清めたので、今度は人間もおみきで清めます。ではやっていきます。役割分担を決めているわけではないんですけども、おのおの慣れたもんで次々とやっていってくれます。やはりこの前日息子と2人でまぐさだけですけどもされてあれば、本当に朝の30分が楽ですね。今日の建前は自分を入れて7人でやってます。エッカーともで8人ですね。玉掛けはベテランの大工さんで、外に置いてある材料はほぼ1人で玉掛けして釣ってくれます。いいよー。よっしゃ。天気やほんまに。荒れてきたな。最近は立ち前の組み方も変わりましたね。そもそも通し柱の数が減りました。この建物で四隅4本しか通し柱はありません。昔ですとこの大きさですと通し柱は9本ありました。一マス一マス踏んで起こしてきました。今は通し柱が少ないですから、四隅通し柱を立ててしまって、そして大花材胴出しを後から横に刺していきます。そして胴出しが継ぎ手になってます。昔では考えられなかったんですけども、継いで一本の長い胴出しにしていくように組んでいきます。ですから逆に言えばどっちの方向からでも組めるということですね。その点組むのは楽かもしれませんけどね。あ、いった。今回の建物はプレーカットで段であります。ですから仕事が合わないとか長さが合わないとか、そういう心配は一切いらないんですけども、前日から一晩雨に濡らしました。そのことでやはり木が膨らんでね、竹屋で叩く回数がやはり2割3割余計叩くようになります。でも立ち前に雨が降るのは昔から喜ばれました。大雨降るのは大変なんですけども、少しぐらいの雨は雨降って地固まるということで、縁起もん言われましたね。
この今つっているような松の材料、化粧なんですけども、ベルトが濡れているとベルトの跡が木に残ってしまいます。ですからそれだけは注意してベルトを濡らさないようにして、化粧もんだけは乾いたベルトで釣ってくれています。若いもんが多いと建前も楽ですね。もうバンバン叩いてくれますので、掛け屋の音なんですけども、2人で叩いても音は1つしか聞こえないと思います。掛け屋というのは2人がずれてると木はきれいに生えててくれません。同じように掛け屋の音1つで叩いていくと、もうきれいに数も少なくて入ってくれます。化粧の松台で組んでいるこの部分は大きな吹き抜け部分になります。そしてキャットウォークがついたり、この家の一番メインの部分ですね。わあ、行っちまった。2階の胴回りが組めたので、足場のための仮床を張ってきます。ハウスの場合は胴出しの上に24とか30ミリのコンパネを張ります。あの方が足場は楽ですしね。この建物のやり方で捨て張りをするタイプと根太打ちのタイプと分かれます。この建物は根太打ちをするタイプになります。ですからそれに使う根太を一旦仮床の受けとして使います。仮床ができたので、その上に2階の柱と間草をいっぺんに上げてしまいます。そして柱を立てて同じように窓間草を組んでいきます。胴出し周りの金物がしっかり締まったので、1階部分の太刀を見ていきます。太刀というのはその建物がまっすぐ立っているか、それを確認していきます。うわあ、これ全部化粧系。建物の一面ずつ直していきます。この太刀を正確に直しておかないと歪んだ建物になってしまいます。ですから太刀を見るときは慌てず慎重に正確にきちっと見てやる必要があります。この建物ですと斜め見てやる必要があります。これもうほぼほぼで
2階部分も同じように太刀を見ていきます。2階の場合はまず外回り4面の太刀を見ます。外回りを直して家の真ん中の太刀ですね、大花材の通りで見ます。一箇所一箇所見なくても通りをまっすぐにすれば太刀は自然と直って正確な建物になります。それでは塚を立ててもやを収めていきます。塚を直接屋根まで一度に上げるとよかったんですけどね、なぜか2階に下ろしてありましたね。やっぱ2度手間ですね。だんだん高くなりますから危険度は増しますけども、2階で床ができてるってことで昔から比べたら安心感がありますね。でもやっぱ高いですからね、立ち前は危ないですね。胸って高いところ胸とこういう風になるんで3本に一緒に全部分けて全部はい使ってかけていただく。どこさんでいいですか。どこ行けばいい？建物の胸木3本に切断におみきをかけてもらいます。昔から胸木におみき飲ませよって言ったように、遠慮なく一生1本かけてもらいます。お腹も空いたのでお昼にさせてもらいます。鉄さんから2段重ねの立派なお弁当いただきました。本当に美味しかったです。お昼休みはね、もう青空も出てきて素晴らしい天気になったんですけども、また仕事を始めるようになったらまた天気悪くなりましたね。本当にこの日頃の行いが悪いんでしょうね。反省してます。下ろされたらもう終わりや。それではタルキを打っていきます。まずタルキの配置からしていきます。タルキには断熱受けを打ってあります。タルキの間に断熱材が入りますから。タルキを止めるのは釘ではなくてタルキック専用の長いビスで止めていきます。塚の帰りを正確に直してやって、そしてビスで止めていきます。そうしておかないと軒先周りの小穴が合ってきません。最後で泣くのはご自分です。この材料は鼻隠しの捨て材になります。この材から鼻隠しに裏から反対にビスで留めていくようになります。正面からビスや釘が見えないようにするためです。後で直したらええやん。これで引っ張るはずやで。これはハブ板をつけています。斜めにつくのはハブ板って言います。シンバル機だけうちは重いさ。
この材料は鼻隠しになります。省板と同じように後ろからビス止めしていきます。あ、それや。勾配で降りてくるのが省板で、歩き鼻を隠すのが鼻隠しです。この鼻隠しにノキドユがついてきます。ですからこの上の方をビスもみしたりしても、もう塗油で正直隠れるんですけどね、見えない方がいいということで、この建物は全部裏からビス止めしています。人がなかったら笑うね。そして鼻隠しの上に広小前を打ってきます。この広小前は北はだけが化粧になります。この建物は瓦ではなくてトタン葺きですから、このように軒先を大きく出してやって、そしてその下に塗油をかけます。この部分を軒先三寸って言います。これでタルキを打って軒先までできたので1日目終わりです。明日は天気が悪いので屋根工事は1日延ばします。耐力壁は張りに来てもらいますけども、1日空けて明くる日屋根工事をやっていきます。それでは立ち舞い2日目をやっていきます。2日目って言っても1日空けて、耐力壁はその空けた1日の間に張ってくれてあります。ではみんなで屋根の断熱を入れていきます。屋根の断熱は厚み 70mm のスタイロフォームをタルキの間にきちっと入れていくような形になります。幅はもう工場で切ってくれてあるんですけども、少し引くように幅は広くなってます。ですから結構足で踏んでしっかりとこう入れていきます。そしてテープを貼ってウレタンを拭いて穴を開けて、工程はいろいろあるんですけども、とにかく結構面倒な断熱入れになります。この建物の断熱工事は特殊な工法になっています。このスタイロの上を空気を通します。25mm の銅縁を打ってその間を空気を通すということですね。ですから穴を開けて特殊なダンパーをつけます。そして一番厄介なのはこの銅縁にコーキングでしっかりと気密性を取ってやる。この工程があるだけで雨が降った場合は屋根ができません。ですから雨の日が1日噛みますと天気待ちになってしまう。3日間天気を待ったこともあります。仕事が難しいんではなくて天気具合が難しい建物になります。自分が一人でやりだした頃は田舎の立ち前行くとすごかったですよ。立ち前前日からね、板場を宿ってきてね、そして仕込みから当日のこの立派な料理2の膳3の膳まで出る家もありましたね。そこまでまかないもやってくれました。大変だったでしょうね。費用もかかりますね。そして宴会の席では大きな杯がもう右回り左回りずっと回っていました。飲める人はいいんですけどね、今の時代考えられませんけども、杯に口をつけないと隣へ回せない。パスってこういう風に回すわけにはいかなかった。本当に大変でしたね。そのまかないの費用で今ですとエアコン何台もつけて家全体の照明器具が楽に買えるでしょうね。
瓦の場合は雨音はしないんですけども、鉄板の場合は結構音がします。その音を防ぐために防音のためのボードを隙間なく貼ってやります。本屋の屋根の上に小さな干し屋根がついています。この部分で家全体の換気を行います。昔の煙出しの屋根みたいなもんですね。下屋は表にしかついてません。玄関と水回りがその下にあります。屋根工事は本屋と同じような形で収めていきます。昔はね、立ち前が終わると必ずその日に上等式行いました。上等式がお風呂に入って、そして体を清めて紋付き袴を着て祝詞をあげる。本当に昔の仕事でしたね。そして餅巻き、お菓子も、いろんなものを巻きました。お祓いの大根から魚の鯛まで一緒に巻きましたね。魚の鯛を拾った人は宇宙で受けたんですけど、手も切れるし足にも刺さるし、大変な思いして拾ってるのを見ましたね。投げたのは自分なんですけど、あんな自分は何しても面白かったですね。2日がけの立ち前、なんとか形になりましたね。2日目は天気が良かったから仕事をはかどりましたね。そして建前の日は切さんにとって一生に一度あるかないかのめでたい素晴らしい日です。でも応援に来てくれてる職人にとってはもう命がけの大変な一日です。本当に2日間ありがとうございました。これで立ち前が無事終わりました。大工の皆さん、ご苦労様でした。屋根もできましたし、体力液も全部貼ることができました。いつ台風が来ても大丈夫です。この次は金も筋交い、いろいろやっていきます。以上、大工の翔也でした。